Okay, thank you. Only time. もうか。次の場所はこちら、アルバートホールミュージアムです。この子は誰か俺も分かりません。Hi, but she likes me very much. And then? And then we make some little love. 旅挑戦夜旅の秋です。今回からなんですけども、僕の名前エヴァンから秋に変更します。というのもね、秋の方が外国言に覚えやすいっていうのもあって、ちょっと名前変更しますんで、これからエヴァンと名前は使いません。今回我々はインドのジャイプールに来てます。ジャイプールとはランジャスタン州っていうところにあるインドの州都です。で、こちら見てください。ジャイプールは別名ピンクシティと呼ばれてて、もうこれ風の宮殿ハワーマハルって言うんやけど、こういう建物、ピンクの建物で有名ということで、今回このジャイプールで何をするかというと、ジャイプールの観光地モデルルート全てまとめて紹介します。ゴミをかけられる。Tokal? うん。 All is Tokal? やっぱり毒ないの？ Yeah, yeah, yeah. Nice, nice. Very nice. 固まる。Okay, you sit on for too money charge. You Does he have poison? Does he have no poison. no poison? No poison. 噛まれてみてよ。あ、怖っ。 Oh, yes. Okay, what Okay. you are, my Thank friend. you. मैं आपको रुपये money charge you only time. うん。Okay, thank you. Only time. うわー Time. Okay. Yeah, you only time. I'll give you. आपको रुपये. No, please, ありました。行こうもう怖いわ。最初に撮影するから50ルピー渡すじゃないけど、プラスで100ルピー請求されたわ。だからね、今から行くのはお城なんやけど、こっち、多分あれやねんか。あれや。アルベールフォート、こっちの。右手に行ったところにある。多分29のバスかな。一応ね、バスに乗り込んだんやけど、29番のバスで行けるみたい。で、ハワーマハルから歩いて1分ぐらいの横のバス停に29番のバスが勝手に止まるから時刻表とかない。多分。バスの運転手に聞いた方がいいよね。バスの運転手に聞いて、あともうなんか、乗客の方が親切やから教えてくれる。はい、アンベール城に着きました。バスで約20分ぐらいで、1人20ルピーでした。で、これ、後ろ見て。アンベール城今8時13分なんですけども、なんでこの時間に来たかというと、朝焼けのアンベール城が見えるから。もっと早く来たかって。7時半ぐらいが一番ベストだと思う。だけど、まあちょっと起きれずに今の時間になったけど、十分綺麗です。この朝日に照らされたアンベール城。どうですか？めちゃくちゃ綺麗ですよ。もう実物で見てほしい。アンベール城の説明をちょっとします。アンベール城とは、昔この地で800年続いたアンベール王国の国王、マーンシング一世が約137年かけて作られたお城なんです。137年やで。だからめちゃくちゃ大きい。本当に。もうこれ全部。で、ちなみに2013年に世界遺産に登録されてるから。って言っても、世界遺産の一つやねんか、これ。ラジャスタン州の恐竜要塞群って言われてる構成資産のうちの一つ。だけどこれだけでもむっちゃ見るがいある。ジープでもいける。How much is the jeep? 600 rupees only look. 1,300. No, 650 rupees go and back. Ah, All of you. All of you. みんなで650ルピーやって。しんどい人は650ルピーで行くのもあり。あ、象がいる。あ、ほんまや。え、ジープで来たら象で来たよな。そうやな。あ、乗って歩いているやん。まだね、朝やし体力あるからね。そうやね。うん。これ上登るまで無料やったっけ？お城に入るのがなんか有料みたい。そう、有料。うん。この夜景、めっちゃついてくるんやけど。How much is getting the elephant? 2,500 rupees. One person? Two person? 2%. Only one person. Same price. これ象一回乗ったことあるけど結構上揺れるのよね。城内はラージムートムガル宮廷様式と呼ばれている建築物が多く点在しているのが特徴やって。ラージプートとはサンスクリット語でラジャプトラのなまった言葉で王子という意味らしい。ちなみにガイドさんは300ルピーで初め行ってきたけど、200ルピーでガイドしてくれるみたい。日本語で。朝日が本当にもともとは400ルピーです。うん。400ルピー本当は400ルピーやけど。嬉しい推しだったらもう OK。400ルピー。ってことで、まあもしね、もっと詳しく知りたい方は、ぜひ頼ってみてください。
ここがアンベール城の入り口ですね。あそこに見えるのがライオン門。すごく綺麗だよね、これ。で、わあ。これがお城から見た庭です。こんな感じで、マハラジャの格好をして、マハラジャっていうのは王様って意味、マハラジャの格好をして撮影もできます。すごいね、あそこ万里の長城みたいになってんね。山の峰にお城の城壁がずらーって連なってる。綺麗。すごい。こっから見たら湖めっちゃ綺麗じゃん。お城から見た湖の景色です。すごい綺麗。もう朝日も照らされて、あそこもね、ずーっとこの峰沿いに城壁が連なってる。これがガネーシャの門やね。世界一美しい門。このガネーシャっていうのは頭象で体が人間っていう神様やね、インドの。ちなみに建築様式は赤い砂岩と白い大理石で作られてるみたい。Yeah, Where from? I'm Jaipur. Jaipur? Oh, your hometown. ここがシシューマハールと呼ばれているアンベール城内にある美しい宮殿です。鏡のように磨かれた大理石やガラスで装飾され、光が反射して幻想的な雰囲気を醸し出しています。ここがお城の中にあるトイレです。臭い。なぜか臭い。使われてないはずなのに。ちなみにお城の中は迷路。階段もえげつないな。ちなみに入場料が1人500ルピー。まあ500ルピーっていうのは多分外国人価格だけどね。インドってどこ行ってもインド人の価格とインド人の10倍ぐらいの外国人価格があります。象がたくさんいます。動作の渋滞。はい、次はジャルマハールって言って水の宮殿って場所に向かってます。ナハーガフォートが10時オープンで今9時半なんでまだ開いてないので水の宮殿から行きます。次はオートレキシャを使っていきます。ナハーガフォートとジャルマハールを回るのに600ペソって言われたけど450ペソまで下がりました。もっと粘ったら下がるはずなんやけど、とりあえずは十分安いんでいいかなと思ってこの値段で450で行ってみます。はい、現在ジャルマハールに来ました。湖の上に浮かぶ宮殿みたいですね。マンサガル湖の中央に立つこの湖がマンサガル湖か。1699年頃に建設されて18世紀初頭にマハラジャジャイシン2世によって改修拡張されたようです。水面に浮かぶように見える美しい姿で知られているそうです。ちょうどね、宮殿が湖に反射してとても綺麗です。そして少年 Hello How old are you? Night. ん Night. Night market? Oh good. Hello How are you? How old are you? I'm 17. 次の目的地ナハーガフォートまで行く道が結構な山道で、おおここもえぐいな。そのお城まで行くのになんと52個のカーブがあるそうです。52個ですよ。それも道がデコボコすぎてめっちゃ揺れる。この道沿いにはクジャクとかもいますね。はい、現在ナハーガフォートに来てます。ジャイプールにある3つの城のうちの1つです。ここがね一番街を見下ろすにはいい場所らしいです。だいたいね15分ぐらい急な山道を通ってきました。これがナハーガフォートから見るジャイプールの景色です。すごい。ここが何のために作られたかというと、このジャイプールの街を守るために1734年に建設されたそうです。当時はねマハラジャ、要は国王やねと9人の妃が住んでいた宮殿だそうです。すごい。井戸水かな、緑色。ここには絶対入りたくない。マギー頼みましたよ。100ルピーでコーラ50ルピー。インスタ交換しました。店員さんと。From India, Nahagar Fort here, India. And ここにフードコートがあるからKhas restaurant, Dwanakas. Dwanakas. Your name? Good tea. Gujjar, Deepak Gujjar. ディッパーグッチャーさん優しいから皆さんぜひ来てみてください。何それ？もうこうごTansin. Huh? 苦っ。そうビター。お苦っ。あでも口の中すっきりする。あ、そうだね。マウスウォッシュ。Yeah, good. グー。言うね、言う。なんでそんなうまいこんな感じでインド人はすごいフレンドリーです。お猿さんもいます。なんか見晴らしのいいところ来ました。おお、こっ
から見る景色やば。マジですごいです。で、こちらがお城。すごくない？めちゃくちゃ綺麗です。これぞインドのお城っていう感じですね。で、あっちが何やろ。あ、さっきのアンベール城かな。これが入り口か。入り口には大砲があります。鉄壁の要塞やったらしいからね。こっからジャイプールの街を守ってたっていう。フォートの中に入ると360度が黄色ですよ。上まで登れるんだ。こんな感じですね。お、細っ。よいしょ。結構急。おー、すごい。ここは大迫力よ。景色が最高に素晴らしい。あ、子供も可愛い。ナマステ。うわ、すごい。おお、アメージングビューやね。この上から下を見下ろす景色も素晴らしいね。高所恐怖症の人にとってはちょっと怖いけど、この城壁ね、すごい素晴らしい。やっぱりね、丘の上にあるってことで、丘の上プラスこの城壁で敵もなかなか侵入しづらい建築やったみたいですよ。ちなみにここは1人200ルピーです。他の観光地に比べたら安いね。他の観光地だいたい500、600ルピーぐらいするんで。斉藤くん、はいはい。あそこに展望台あるの分かる？ああ、見えるな。おそらくね、うん。この道をまっすぐ行くとあそこにたどり着くと思うねんか。ああ、ちょっと遠そうじゃない？遠い？日差しもきついしな。日差しきついやんか。暑い。だから斉藤くんカメラ渡すし、一人で行ってあそこからの街の風景を撮ってきて。絶対嫌や、そんなん。嫌なん？なんで一人で行かなかったの？まあしょうがない。ほんじゃ俺一人で行くから、ここで留守番しといて。なんで一人しか行けへんの？何？入場料一人取られんの？二人行ったら体力無駄やんか。いや、一緒に行こうや、そんなやったら。行きたいん？行きたいよ、それ行くなら。ほんとどうぞどうぞ。だから一人じゃなくて、うん二人で行こうや。あ、そういう意味？うん。行こう。じゃいや、もうめんどくさいから行かんとこ。あ。なんやそれ。帰りはね、歩いて帰るのがおすすめ。こんな石畳の道を下りながら、城壁やら、このジャイプールの街を一望できるので、素晴らしいです。行きはさすがに山道なんで、オートリキシャとか使って行って、帰りですね。帰りは歩き。絶対おすすめです。次のスポット、ジャンタルマンタル来ました。ノーマルチケットが200ルピー。ここは200ルピーで入れます。ジャイプール安いですね。はい、中に入ってきました。ジャンタルマンタルとは天体観測場です。これも世界遺産の一つで、18世紀のムガル帝国時代に作られたものらしいです。インド北部に5カ所建設されたみたいなんですけど、ジャイプールのここが一番でかいみたいですね。これ全部天体観測に使われてたみたいです。すごい広い。これすごい。古代の出雲大社の神殿みたい。これ階段ですよ。まあ中に入れないんですけど、すごいでかい天体観測機ですね。18世紀はここで天体観測行われたんですね。ロマンあふれる場所。なんか定規みたいに明かりがありますね。これが上までずっと連なってる。へえ。これで天体を観測したんや。どうやってするんや。あ、説明してる。隣で聞いてみよう。全く分からへんかな。あ、子供たち。はーい。ソキュー。バイバイ。インドの子供は元気でいいな。次はジャンタルマンタルの横にあるザ・シティパレスっていうところに来ました。ここは何かというとマハラジャーが住んでる場所らしいです。で、今は大部分がミュージアムになってるみたいで、1000ルピー払えば中に入れるみたいなんやけど、ちょっとね高いんで、であとあんまりね見ても面白くないってネットに書かれてたんで、今回はパスします。時間ある方はねぜひ行ってみてください。ザ・シティパレスの中、ここから見えますね。ここに入ってるインド人は結構金持ちだと思います。はい、次はこちら、イサラートサカソリー。50メートルぐらいの塔みたいで、200ルピー払ったら登れるとか書いてあったんで行ってみます。入り口が超わかりづらい。ここは1人205ルピーやね。中はこんな感じで、坂道になってる。センキュー。降りる人と鉢合わせになった時ちょっとしんどいね。もう道が細すぎて、1人通るのもやっとです。あとこれ、階段より登りにくいぞ。変な坂道になってて。はぁ、はぁ、頂上着いた。めちゃくちゃ景色綺麗。あそこにポートも見える。ジャイプールの街並みを一望できる。あ、みんなここで写真を撮んねんだ。なるほど。だいぶ奥にジャンタルマンタルも見えます。街中はピンクです。ガンガン車やバイクがぶつかってきます。はい、先ほどの塔から約10分ぐらいかけてきました。オートリキシャで150ルピー。高い。
まあ、もっとできるだと思うんですけども、まあいいかなと思って乗ってみました。で、ここは何かというと、ここも世界遺産の一つみたいです。で、向こうの方にバプーマーケットっていうのがあって、そこは有名な市場みたいですね。バプーってどういう意味かというと、マハトマガンジーいるじゃないですか。ガンジーの相性みたいですね。で、インドは横断歩道あってもこんな感じで止まってくれません。もう隙間塗っていくしかないです。よいしょ。こんな感じで急いで渡りましょう。ここから先がバプーマーケットっていう場所です。このマーケットの相性になってるバプーガンジーさん。シルクを作ってんだね。うん。で、こんな感じで衣類が売ってるね、結構。衣類市場やね。サリーとかインドの伝統衣装とかが売ってる場所。まあ俺らには用ないな。そうやな。こういう太鼓叩きもいるよ。It's OK。こういうのを叩くとお金を請求される場合あるんで。I'm OK。叩き売りやな。面白い。永遠に太鼓叩きがついてくるんだけど。ついてきてる。インドあるある。恥ずかしいからやめてくれ。ドラクエの一番後ろについてる遊び人やで。ってことで次のとこ行ってみようか。この先にあるのは博物館があったはず。次の場所はこちら。アルバートホールミュージアムです。ここは何かというと1876年にできたインド最古の国立博物館です。ここは昔から近代の美術品がいっぱいあります。で、この子は誰か俺も分かりません。はい。ダニャワ。 Thank you。ダニャワ。ここは302ルピーです、1人。今アルバートホール博物館行ってきました。中撮影ができなかったんでスマホで撮った写真だけ載せます。ここ何があったかというと、もう一番覚えてるのは日本人形があったぐらい。覚えてる。仏教のなんか仏像もあった。だね、あと陶器、普通の綺麗な白磁器の陶器とか、あとは武器とか、あと何があったっけ？ミイラみたいなのもあった。ミイラあった？うんそれ見てないわ。あ、ほんまに？あと1階2階で結構広かったです。まあ時間あったら行けばいいかなって感じやな。そんな感じねそこまで無理して行かなくていい。うん今ハワーマハルの近くに着いたんですけども、インドのストリートフードを食べてみたいと思います。サモサ、これよくわからない名前が。聞いてみよう。 What this? Cream Patora. I have this one and this one. これ無理やない500って。これ500とか大きい額になるとお釣りないって言われる場合が多い。 Thank you. サモサ。How much is it? 500大きいよねこれ。いける？あ、いけた。いけそう。2つでなんぼ？1つ45ルピーぐらい。すごい安い。 Like coriander powder, turmeric powder, ああ、いや、ブレッド。 yeah, and Oh. little bit curry, so that you can get sour taste. じゃあ、サワーテスト。ブレッドパンコーダー。いただきます。Take small pieces. おいしい。How is the taste? うん、very good。 Very う good. ん。あら、ゲサモサ。 Samosa. うん。 Both are same, but this is made of bread and this is made of wheat. ちょっと酸っぱ甘い感じかな。甘いんや。パンの中にじゃがいものへき潰したやつとかグリーンピースとか入ってる。まあ美味しい食べられたら普通やな。はい戻ってきました。こちらハワーマハル、日本語では風の宮殿です。でこちら1799年に当時のマハラジャが建てた宮殿です。でピンクの砂岩で作られてるよね。だからピンク色に輝いてる、すごい美しい。これちなみに窓があるんやけど何個あると思う？全部で横も映してみて。皆さん何個ぐらい窓あると思います？これ100個ぐらいじゃん。 100個ぐらい。実は953個あるらしいそです。んなあんの？これ何のために窓があると思う？あ、これ知ってる。うん、ここの市民のなんか姿を見るためって言ってた。そうこの宮殿に住んでる女性たちが外から姿を見られずに中から外を見られるように、だからこういう風に窓がある。これが下から見た感じですね。喋りかけられたんやけど、オッケー。 Thank you. いや、 Thank you。はい。で、この宮殿の左手ちょっと行くとここに入り口があります。この緑のウェイトゥハワーマハルっていうのが目印やね。チケットカウンターがすごい分かりづらい場所にある。ちょうどハワーマハルの裏側やね。はい、ハワーマハルの中に入ってきました。ここは静かやね。外の謙遜が嘘のようです。
お、すごい噴水がある。すごくない？めちゃくちゃ綺麗。民族音楽もリズムも音階もバラバラでよくわからん。今喉ガラガラなんですけど、これなんでかというとデリーに4日間ぐらいで、今ジャイプール3日目ぐらいなんですけど、もうこのね排気ガスのせいで喉がガラガラなんですよね。だからね、インドを観光する方はマスク必須です。もうすぐ喉やられます。頭打ちそうやな。すごい綺麗やけど、いやインド人美人多いな。しかしでもね、美人な子に限って既婚者なんですよね。ここは展望台か。でこのちょうどねハーマハルの裏側からの絵なんですけども、このハーマハルを正面で見れるルーフトップテラスのカフェとかがあの辺にいっぱいありますよね。あ、花火が上がってるんか。ほら花火上がってる向こうに。なんでこんな日本晴れの日に花火なんてあげるんだろう。お祭りなんかな。この小窓から昔宮廷に住んでた女性は街の風景とか人々を見てたって感じかな。窓から見た感じは。ハロー、誰か気づいてくれ。はい、誰も気づきませんでした。うっ、くそ、めっちゃ糞飛ばしてくれやんけこいつ。ここは布地とかが売ってる市場か。サリーの生地かな、これは。ものすごい綺麗です。もう匂いがえげつないな。結構スパイスの匂い慣れてるんやけど、ここではより一層匂いがきついです。お、やっと外に出れたかなこれ。なんか外の空気は新鮮。排気ガスだらけやけど。あとチャロチャロっていうのはよくインド人言ってるけど、行け行けって意味やね。早進めみたいな。今ハーマハルの前のルーフトップカフェに来ました。でこれチーズサンドイッチ。チーズサンドイッチでアイスコーヒーで、ここエントランス200ルピーかかって他よりもちょっと高いけど、まあ、200ルピーぐらいやから全然いけると思います。でこれ見晴らしが最高やね。見て、すごくない？ Sorry? Your staff? No, Here? I don't work here. No staff. I'm not staff. Oh, okay. I have a jewelry store. Jewelry? Yeah, jewelry staff. I Yeah, sell yeah, yeah. jewelry. What's a good name? Shoaib. Shoaib. Nice to meet you. मेरा नाम आकी है. Aki. Yeah. Aki. आपसे मिलके अच्छा लगा. अच्छा लगा. धन्यवाद. ね、धन्यवाद。で、彼は日本人の彼女と付き合ってるって言ってて、そのストーリーを今から聞かせてくれるみたい。I online it. あ、これ LINE? You memo? Yeah, I memo. Yeah. わお。メモしてる彼女との出会いを。で、ホテルで出会ってみた、ジャイプールの。Okay. So it was 20 November. Give me the mic. So, okay. Okay. Good. So that time. I love my cat. But she likes me very much. And then? And then we make some little love. はい、ラスト夜のハワーマハル、めちゃくちゃ綺麗。これ見て、すごくない？どっから見ても光り輝いてる風の宮殿。今回は10カ所回ったんやけど、どこもいい場所でした。でも行かなくてもいい場所もまあ多々あった。例えば中央博物館とかザ・シティパレスとか、ああいうところは時間なければ行かなくてもいいです。ちょっと料金も高いですしね。あと遠い。で、最後に注意点、結構ね詐欺師みたいな人が多い。例えばさっき言ったカフェ、あそこにあるんやけど、ルーフトップのあの時僕の隣に映ってた男の人は下で声かけてきて、カフェはこっちだよって言って案内されて勝手についてきて、なぜか隣に座った人、俺初めスタッフと思ったけど後ほど聞いたら俺スタッフじゃないとか言ってて、なんかジュエリーショップやってるとか言ってて、それでなんか怪しいなと思って、案の定話し終わった後にアクセサリー屋に連れて行かれました。まあもちろん何も買ってないですけどね。あれ気が弱い人やったら結構ね押し売りされるんで買ってしまいます。まあジャイプールだけじゃなくて、まあ、デリーとかでも結構ああいう感じに自分のお店とか旅行会社に連れて行こうとする人が多いんで注意してください。まあ、それぐらいですかね。まあ、それぐらい注意してたらまあ大丈夫です。ということで今回はこれで終了。チャンネル登録高評価よろしくねー。最後にジャイプールのめちゃくちゃ美味しいお店を紹介します。でここなんやけど名前は、テロップで載せておきます。でおすすめのメニューはこれバラジスペシャルベジってやつ。これがめちゃくちゃうまい。これなんやけど俺はこれにタンドリーロティとプレーンライスをつけました。
ノンスパイシーとスパイシーを選べる。ちょっと食べてみます。これね、インド流で手で食べます。うん、うまい。なんかね、カレー味の野菜炒めみたいな感じ。トマト、玉ねぎ、チーズ、あとこれね、ブロッコリーじゃんこれ。野菜具だくさんで、味付けも絶妙にうまい。これ絶対来た方がいい、ここは。皆さんもしジャイプール来た時はここに来てこれ頼んでみてください。ただね、最後チップ求められてちょっとうざかったけど、もし余裕があったら20ルピーぐらい渡してあげたらいいと思います。ってことで